ごい。はい、こんにちは、もつねです。実はゴールデンウィークの真っ只中ということで、今私は常磐自動車道にいます。目的地は福島県に行ってこようかなと思うんですけれど、今回の旅のテーマはゴールデンウィークってことで、宿泊代も高いので、宿泊代0円で浮いたお金は食費とか温泉とか楽しいことに全振りする福島縦断旅をしようと思います。美味しいものをこれでもかって思うくらい食べて、どこまで楽しめるのかやってみたいと思います。あともうちょっとで福島県に入れますので、頑張って運転します。あんなに張り切っていましたが、実は今日は夜まで大雨です。以前は沿岸部に行けてなかったので、今回は浪江町へ向かいます。あれ？左方向です。浪江町は海鮮が有名らしいので、胃袋はもうそれ用になってます。まず最初はお昼ご飯を食べたいなと思います。10時半だけど食べます。お腹すいた、本当に。雨がすごいすごい。かわいい。うけ丼っていう名前なんだ。うけ丼かわいい。ここですよ、ご飯屋さんいっぱいある。海鮮丼もあるし、焼きそばもあって、これ売り切れてない。よかった。み焼きそばと鴨しらす丼のミニですね。ご料理ができましたら食券番号でお呼びいたします。席についてお待ちください。はい。こっちか。こっちか。出券番号呼ばれるまで待ちます。食券番号2011番でお待ちのお客様。甘いのが食べたい。数量限定って書いてあったので、シュークリームゲットします。福島のしみてんね、しみてん。はい、福島のメーカーらしいので1個買っとこうかな。今日のね、夜のお楽しみにします。雨やばいんやけど、やばい。ちょっと待って、行きたいところが他にもう1個あってね。すごい可愛すぎる。じゃらーん。おいしい。
まそう。ぎっしり生クリームぎっしり入ってる。うまっ。ごちそうさまでした。さて、お腹も満たされたところで、福島に来たらどうしても行っておきたかった場所へ向かいます。小学校か。こちらの小学校は2011年の東日本大震災で被害を受けたまま残されています。海岸からはわずか300メートルしか離れておらず、2ヶ月経っても周りは浸水していました。うわー、校内へお邪魔します。ここでみんなで笑い合っていた日常が、あの日突然途切れてしまったんだなって、当たり前の日常がどれだけ尊いことか。うわー、すごいなー。結構なー、瓦礫だらけだ。中に入ると外で見てた時よりもずっと生々しいです。校内の時計はすべて3時37分で止まったままです。この小学校のすごいところは、全員無事に避難できたんです。先生の判断はもちろんですが、山の入り口を知っている生徒についていて、みんなで迷わず山を登ることができたそうです。全員が助かった、その事実だけが今の私を少しだけ支えてくれます。浪江小学校では防災袋が販売されていました。皆さんはもしもの備えできていますか？改めて防災グッズについて検討して早く準備しようと思います。すごいね、高いところまで来たんだなと実感させられますね。自然の力のね、脅威をめちゃくちゃ感じました。怖いね、本当に。自然の脅威を肌で感じた後は、すぐに近くの原子力災害伝承館へ。どれだけたくさんの人が携わり、あの時を必死に生きていたのかを知りました。ずっと行ってみたかった沿岸部を生で見て実感することができました。これからも発展していく福島をずっと見守っていきたい、そう思いました。はい、じゃあそれでは今から明日福島市の温泉に入りたいので、今から1時間50分くらい山道ドライブを行ってきます。安全運転で頑張ります。山道の運転めっちゃ嫌いなのに、そして雨っていう最悪、もうちょっと小腹が空いてきたので、ちょっと寄り道していきます。すごい、めっちゃ立派な道の駅だね。何これ、ピザ？目の前のプラスチックサンプルがごちそうに見えてきました。たくさんの誘惑がありましたが、そこで見つけてしまったんです。旅人の味方 50% オフコーナー。めっちゃうまそう。これプチ博のご飯にしようかな。買っちゃいます。
塩バターじゃない、塩バターじゃない、塩バターはあっち違います。あっちの塩バターにあれうますぎる。満足したはずなのに、私の足はなぜか吸い寄せられるように別のお店へ。抹茶でありがとうございます。ちょこっとだけおにぎり食べたらお腹空いちゃったのでジェラート買っちゃいました。いただきます。ちゃんこだ。それでは急いでスーパーへ行ってきます。無料区間を通って福島市に行けるそうです。無料区間嬉しい。ここだ。斜め左方向です。雨降っとるから割と近い方が嬉しいな。うわ、重い重い。今から温泉に行ってきます。福島を調べてみたら、実は温泉地が全国4位だそうです。私の大好きな大分より多いらしくてびっくりしています。温泉街っぽい感じになってきた。よし、行こう。湯煙、大阪温泉八古湯です。ここのね、温泉街結構シャワーはないけど、ここだとシャワーがあるそうです。飯坂温泉といえばとにかくお湯が熱いことで有名。覚悟を決めてドライブの疲れを流してきます。暑かった。とにかく暑かったです。暑かった。だからちょっとだけしか入れんかったですけど、気持ちかったです。運転の疲れが取れました。よかった。それではあと道の駅行ってきます。うわー、すごい温泉街だね。道の駅福島。ようやく自分だけの時間です。よし、夜ご飯を作りますか。昼の浪江小学校で防災袋を見たときに、今の時代は備えもいろんなものがあると思ったんです。なので今回この DJI さんのパワー2000を積んできたんですけど、これ日本防災協会の認証も受けている製品で、もしもの時も本当に安心なんですよね。 AC や DC の差し込み口も豊富にあるので、スマホや家電もこれ1台に丸投げできちゃうのが本当に楽なんです。これだけ大容量なのに約114分でフル充電できちゃうのも、もしもの時にすぐに持ち出せるのが助かるんですよね。とにかく 2048Wh と大容量で、スマホなら約114回、
高出力の電子レンジも約 2.6 時間使えます。驚きなのが最大 2700W の安定出力があるので、今から IH とケトル、さらに炊飯器も同時に使って爆速で夜ご飯を作っていこうと思います。実際にどれくらいバッテリーが減るのかも実証していくので、私のガチのご飯作りぜひ見てくださいね。今 IH を4分ね使いましたと。残りが141分ですね。こちら伊達鶏餃子、こちらのスープ春雨をお湯を沸かしていきます。電気ケトルも持ってきました。この3個使って試してみたいと思います。はい。炊飯器のこれがケトルの炊飯器がね20分くらいかかるから先にスイッチを押します。では開始。温まったので餃子を入れていきます。福島名物円盤餃子にあやかって今日は円盤型に並べて焼いてみます。いいね。残りが 93% になりました。今 IH と炊飯器使い始めて7分40秒経ちました。それではついに初めてのケトルを使います。すごい 2430W、 こんな見たことない。こんなに使ったの初めてなんですけど、残りが 88% になりました。残りが34分ですね。なんとこのフル稼働率でいけてます。すごい。もうちょっとワット数高めようか。こんなにたくさんの高出力の家電を使ってますが全然大丈夫そうです。すごい。よし、完成。いいのではないでしょうか。合計15分くらい使いました。1700ワット近くまで使いましたが、残りが 79% で、なんとまだ使用時間が28時間残ってます。はい、今から本気の栄養補給の時間です。粉末と早くね。わあ、いい湯気だ。あちちちち。わあ、うまそう。いただきます。うまっ。いただきます。めっちゃうまい。これはご飯が進みます。うまっ。最高。見てください。はは。汁吸いすぎたー。うまっ。うますぎ。うまっ。ごちそうさまでした。お腹いっぱいや。しみ天。おお、しみ天ってこんな感じなんだ。
なんかドーナツみたいな不思議。これでいいのかな。おわー、すごいこんがりしたいい匂いがする。うわ、なんかこんがり、焼きすぎたかも。4分18秒使って 74% になりました。残り28時間使えますと。まだまだ使えそうです。これがしみ天です。いただきます。よもぎ、うまい。サクサク。こんなお菓子があるなんて知らんかった。ごちそうさまでした。本当に美味しかった。残り 73% なりました。また明日の産量も見てみましょう。よし。ほい。驚いたのがこの静かさ。 DJI さんのポタ電はとにかく静かで、可動音に邪魔されずぐっすり寝れるのが最高なんです。明日の朝は貸し切り風呂。気持ちいい。朝早いのでもう寝ます。おやすみなさい。おはようございます。実はね、風がすごすぎて3時半くらいに起きちゃって、今4時半。めっちゃ風が強すぎて、ほらもう怖いもんね。で倒れてる。昨日倒れてなかったのにね。ほらほら風強いやろ。風強すぎ。マジ強い。やばい。すごすぎ。なんかあるからかな。山のせいかもしれない。わかんない。これすごいすごいすごい。力入ろう。朝6時。結局あれから一睡もできませんでした。雪が山の上に積もっとる。現在66% 充電あります。携帯の充電とカメラの充電してて、バッテリーも余ってるので、朝はケトルでお湯を沸かして朝ごはん食べます。よいしょよいしょ。 OK。 だいたい1500ワット使ってます。1分40秒使って余裕で充電まだできます。やべ、1、2、3。よし、OK。いただきます。お、美味しそう。いただきます。うまっ。う
し準備しよう。すごいすごい。食べ終わった途端、外は嘘みたいな無風に。朝のあの嫌がらせ、一体何だったんでしょうか。あまりに消せないので、準備の間にソーラーパネルを広げます。太陽の光を寝不足の慰謝料として一滴残らず徴収してやろうと思います。使うのは IBC パワーさんの 100W 折りたたみ式ソーラーパネル。設置は広げて立てかけるだけと、わずか数十秒でできる簡単です。寝不足の私にも優しい親切設計です。 IP67 の防塵防水仕様なので山の気まぐれな天候にも動じません。何よりこのノート PC サイズに収まるお上品なルックス、そしてメカ感がなくプロボックスの片隅に静かに忍ばせておけるのが魅力です。それではこの子がどれほどの速さで太陽光を徴収してくれるのか、 1% 充電にかかる時間を身をもって実験しようと思います。今現在 57% ですね。抜いてきました。この日は曇り時々晴れだったので、インプットは60から70ワットの間を落ち着きなく行き来しています。約 1% 溜まって 58% になりました。32分かかりました。でもこのまま残りの 48% を貯めようとするとちょうど12時間ほどかかる計算になります。つまり私がここで丸半日太陽に向かって祈りを捧げ続けろということですね。 100W のパネル1枚で満たそうとするのは少し無謀だったようです。ただこのパネルの特性はノート PC サイズのコンパクトさにあります。がっつり充電するというよりは災害時や緊急時のお守りとして電気が使えない不安を薄さ数センチで解消してくれる保険だと思えばあると心強いです。貸し切り風呂が朝一の9時しか取れなかったので非常に心外ですが、開店前の道の駅を去ります。この無念はお湯に流してきます。次回は朝一の貸し切り風呂から。ご視聴ありがとうございました。おつむでした。キャベツ最高や。